今新しく井戸を掘ってるんですけども、なんで井戸を掘っているのかっていうのをちょっと説明させてください。まず現在使ってる井戸が水量が少ないんですよ。だから、井戸枠の中の水すぐに、枯渇しちゃうんですね。水が枯渇するとどうなるかっていうと、電動ポンプが空気を吸い込んでしまうんですよ。その吸い込んだ空気が、水道管の中にどんどん溜まるじゃないですか。そうするとどうなるかっていうと、エアーハンマーっていうものが発生するんですよ。エアーハンマーというのは何かというと、その配管の中に空気が溜まってる状態で蛇口をひねるじゃないですか。そうすると配管がね、ボコ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 って暴れるんですよ。でそうするとどうなるかっていうと、配管にダメージがいくんですね。で最悪漏水事故が起きるということなんですよ。めんどくさいじゃないですか。配管水漏れしたら土に埋まってる配管掘り出して、でどこが水漏れしてるんだろうって調べて修理してって、今年の正月にね、太陽熱温水器につながってる華僑ポリエチレンパイプっていう水道管が水漏れを起こして、で結構ねそれ大変だったんですよ、修理するの。で何が原因で水漏れを起こしたか分かんないんですけども、もしかしたらその原因にこのエアハンマーっていうのがあるかもしれないんですよね。だからちょっともう今後もこういう水漏れ事故起きたらめんどくさいなと思って、もうちょっと水量豊富な感じの井戸を掘りたいなと思ったんですよ。でちょっと現在使ってる井戸と新しく掘った井戸のスペックを比較してみます。で現在使っている井戸は深さが4メートルなんですよ。で当然4メートルってそんな深くないんで水量もあんまりないんですね。だからエアハンマー現象が発生してしまうと。でもその代わりね、水質は抜群にいいんですよ。水は透明だし匂いもしませんと。で九十九里の水質っていうのは浅い方が水質いいんですよね。逆に深く掘れば掘るほど土の中の変な成分が水に混じっちゃってて、匂いがしたりで最悪鉄分が入ってたりして、であんまり良くないんですよね。新しく掘った井戸なんですけども、深さ6メートル掘りました。水量も当然豊富に出てきて、で、水質も、透明だけども匂いがねちょっとするんですよ。ちょっと若干硫黄臭がするんですけども、この硫黄臭は時間が経つと、消えますね。だからあれなんですよね。井戸から汲み立ての水はちょっと匂うなと思うんですけども、例えばずっとその圧力タンクの中に水が入ってる状態で、何時間も入ってる状態で蛇口ひねれば匂いのない水が出てくるんですよね。汲み出してから時間が経った水っていうのは匂いがしないんで、これどうなんですかね。どうせうち飲み水としては使わない生活用水として使うんで、あんまり関係ないかなと思うんですけど、そんな感じです。この新しく掘った井戸、砂が出てきちゃってるんですよ。だからその砂をねなんとか出てこないようにできないかと思ってね、前回の動画でいろいろ試行錯誤したんですけども結局ダメで、今回ね小屋暮らしの師匠の松野さんを呼んで、ちょっと2人でまた、やってみようかなと思います。ちなみにね、現在使ってる井戸はなぜか砂組み上げないんですよね。でこの現在使ってる井戸っていうのはその松野さんと一緒に組み出し管を入れたんですよ。松野さんと一緒に作業したやつはなぜかいい感じに砂をあげずにね水を汲み出せたから、だからそれもあって今回ちょっとまた一緒に作業しようかなと思ってちょっと呼びました。こんないっぱいやってるのにダメ。なんかね砂組み上がるんですよね。あっち全然上がんないんでしょ。上がんないです。全く上がらないです。あなた一人でやったのはダメなの。ダメですね。なんか知んないけど。いいね。俺の存在感あっていいじゃん。はい。いや僕あと何が足りねえんだろうって言ったら松野さんちゃんと思ってもあの時と同じことやってんの。むしろあの時よりも厳重に巻いてますよ。こんなぐるぐる巻きにしてなかったし。そんな堤防もやってないもんな。そう針金だってもうこんな巻いてないっすよ。巻いてないよ。ここから入っていくわけでもいいんだよな。ここブチロ巻いてるもん。
このブチルゴムテープってどこのメーカーの使うみたいなこだわりあります？ないよ。適当っすか？積水か。あとどこだ。これ日東って書いてましたよ。そうか。言っとこうか。で決まってっから。テープメーカーなんて。はい。一だってモノタロウオリジナルブチルテープとか売番。ってましたよ。やめた方がいい。それダメ。ダメよ。どこに依頼してるか。大体。わかるだろうけども。はい。化学製品、中国製ダメだから。あ硬くなったり。日本はやっぱ高い分あるよ。こういうのは。あ。あ、やっぱり。素材は。ちゃんとくっついてんのよ。くっついて。浸透したあれはないよな、うん。形跡はな。あ、こんなに粘着力強いんですね、ブチルって。へそうだよ。え。だから防水テープに使うんだよ。さすがのブチルだな。コールタオルだっていいんだよ。はコールタオルは扱いにくいかい。要はなんか塗りたくるやつですよね、コールタオルって。ら。よく屋根に使うけど。この辺はでも入った形跡あるじゃん。もう入ってますね。うん。今度ここにもやってみれば縦に。はい。やります。でスタートここにピーって。ピッて貼って。であとここにもやろうと思って、こことこここと。っちが。うん。前こっちにやったと思うよ。こっちやった。で動画見返したらこっちだったから、そう。ああと思って。ここにね。もうとりあえず押す。でもここ入った形跡あるんだよな、この辺。そうっすよね。ここから伝ってんじゃないの？この重ね部から。ああ、やっぱり。こうやって重ねるだとこじゃないの？これと。もうこのせいでもうノイローゼになりそうでしたよ。何回これやらなきゃいけないんだって。気にしすぎだよ。お遊びなのに。忘れ。お遊びじゃねえか。お仕事ですか。お仕事。お仕事ですよな。要はなんかこれをちゃんとやらないとまたハンマー現象で水漏れ起きるじゃないですか。ああ、ガンガン。でもまたあれ掘り返して修理しなきゃいけないのかって。ほら、ここがほら一番。ああ、ここ来てるな。いや、年。取っちゃった方の。はい。シャーっと。一人で考えてっとダメか。そうっすね。もうなんかどんどんノイローゼになってくるからもうダメだと思って。もうちょっとこうか。はい。ちょっとピーってやってもらっていいですか。ピちょっと切って。ー。はい。いったか。はいと。ここで合わせの。ぴったり。ここでは半分やれば半分で止まるよ、ピチッと。半分こんな感じですか。無駄にならないよ。真ん中から左右に振れ。あ、そういうことね。こういうことか。カッターナイフの背中。毛が。あ、そういうこと。なるほど。ああ、なるほど。要はここでもう一回くっつくわけですね。半分やったから。なるほど。そういうとこから持ってくんじゃないの。だから何本重ねても同じなわけで。あ、ちゃんとくっついてるわけですね。へえ。
なんか前やった時はこんなに圧着してなかったですけどね。いいや、ここのとこで針金でうん、ぴっちり止めただけ。止めただけで。はみ出さないでいいやん、こっちが。あ、これで入んないんじゃないの？そんなことない。これで入んなきゃ。こうやってこれ意味ねえから多分こっからも入るんだと思うんだよ。この縛ってるから。ああ、こうなるとはい。隙間があるじゃない。こうなるとここが入るじゃない。はい。いくら縛ったってダメ。ダメだから、こういうとここうなってじゃあこれはどうしましょうかね。チリプして縛るのもダメなんですね。工夫して俺は判断するよ。はい。ラスト。なるほど、そこに貼るわけか。つけてみて。いやわかんないしさ。いやなんか今回いけそうな気がする。どこが原因かわかんないんだから。は困った時はあれか、松野さん頼みか。い。もうそうっすよ。役所の時そうでしたよ。あ、そうなんですか。困った時の松野頼みって言ってあみんな言ってたよ。後輩が。引退してからも、もうそんな感じじゃないですか。どうでもいいの呼ぶなよって言ってたけど、もうやるんだからって。そうか。でもないと困るんだけどな。あいつもプラプラ遊んでるように見られてたから。あ松野先生何やってんですかとかって普段は言ってるから、みんな後輩なんか。そうなんですね。あ、うん、散歩とかよ。面白かったよ。面白い時代だったよ。今そんなことやったら大変だよな。どうやろうかね。これはもう折りたたむ感じですよね。あ、ただ折りたたんだら今までと同じじゃないのあれか、重なりが出ないようにやるわけですね。と思ってんだけど。こちらに貼ります。何、前の動画を見てやったの？はい。便利だね、やっぱしね。おさらい的な意味でいいですよ。前どこ巻いてた？2箇所だけ？こことそこ。こことこことこことあとこの間適当に。ああ、適当にやっぱやってた。こんなもんか。掘るのは結構簡単だったんですけどね。組み出すのがダメですよ。井戸屋もここは教えてくれなかったですもんね。どうやんのか。今だとやっぱり動画にしないでくださいって誓約書書いてから掘るみたいですよ。井戸屋も企業秘密だから。あ、そうか、今あれになるから。俺の時はなんかそんなんなかったんですけどね。
ここにブチルテープをこう貼っつけていくんだよ。はい。ぐるっとこう。そして熱波しながらこういって、そしてブチルテープがここにずっとあって、ブチルテープのとここうやっとブチルテープ縛るとこういうふうにはい。ギューッとできるじゃない。ああ、確かに。さっきからぐさぐさ針金は。なんで曲げておかない。かわいそう。岩手県人は苦境に強いからね、昔から。そんなことないですよ。で福島も一緒じゃないですか。東北で。いやいや、東京が近いから。ああ。あんまり今度辛すぎてもひねくれ者になっちゃいますよひねくれになるさ。ね。ああ、苦労なんかしない方がいいよ、人間。苦労しなきゃダメだって言うけど、はい。同じこと経験するなら苦労しないで経験した方がひねくれない分だけマシで。ああ、確かに。飛行少年見てみろよ。だからもうあんなガキのくせにしてな、洞察力ははい。40代50代ぐらいの洞察力になっちゃう。いや、このままぐっちょ絞ればおう。関係でないから。ああ、内側からこうくっつくわけか。少年院なんか本当に今だって貧困ってあるんだよ。ああ。想像つかないよ。今日食う飯もねえみたいな。あ、そうだよ。マジですか。貧困。びっくりするよ。今時って。同じだよ。何重にやっても。本当に締め付けないとこれは。ちょっと待って。締め付ける時は本当はよ。はい。30じゃなくて20にして締め付けた方が締まるで。そうなんですか。まあいいけどやっちゃったんだから。もう巻けばいいもんだと思ってた。違うよ。違うんです締ね。まんない今度は抵抗があるからこうやって浮いてきちゃうじゃん。ああ、そういうことか。無駄にやりすぎてたか。切っていいっすよね、もう。はい。よし。こんなもんですかね。そうだ。入んないあ、いいっすよ、これで大丈夫。砂入ってます。砂じゃなくてゴミも入ってるけどパイプどっかダメなの？それともつなぎが？いや、つなぎもね、俺疑ったんで新品買ってきて、でしっかりつなぎ出したんですよ。こんなのほら、まあ、全くこういうのがダメなんですかね。こういう、なんていうのかな。これは関係ないし、関係ないですかね。ここで止まってんだ。うん。微妙に入ってる感じはする。これだけ厳重にやって砂が漏れるのに、4メートルの方の井戸が砂が漏れてないっていうのはおかしいんじゃないかって松野さんが言ったんですよ。でもう一回4メートルの井戸にポンプつないで砂が本当に漏れてないのか確認しろって言ったんですよ。こっちのもともとあった井戸は全然砂が入ってなかったんですけども、勢いよく出すと砂が出てくるってことが判明しましたね。あっちの水道で使う時はちょっとこのパイプから少し細めのパイプに変換されて出てるんで勢いも弱まってるんですけども、この太いパイプからそのまま勢いよく出すと砂が混じることが判明しましたね。で今ちょっと弱めに出してるんですけども、砂弱めでも出てます？どんな感じですか？あ、でね。なるほど、そういうことだったのか。ゆっくり組み上げれば砂が出ない謎が解けた。
こんな感じで蛇口に250メッシュを巻いて、で全開出します。そうするとこんな感じでちょっと砂が入ってるんですよね。見えるかな、ちょっと見えにくいかな。砂が出てるんですよ。これをね、流量を少なくすると砂があんまり出てこないっていうか、全く出てこない。今流量これぐらいで試してみますね。こうするとね、全く砂が出てこないんですよ。全く砂が出てない。だから太陽熱温水器に給水するここですね、ここの配管にその流量調整バルブをつければ、いいということですね。少し絞って水を送水すればいいということです。で今ちょっと止水栓を取り付けてみたんですけども、ちょっとテストしてみます。じゃあとりあえずね、全開にしてみます。ちょっと全開にしてる割には流量が少ない気がするんだけど、ちょっと閉じてみます。よいしょ。砂入ってるんですかね。なんか全然流量出ないんだけども、なんだろうこれ。この電磁ペンで流量落とされてるのか、それともこの止水栓が流量を落としてるのか、どっちなんだろう。今ちょっと止水栓を外して流量の確認をします。押します。はい。どうだろう。今電磁弁の流量がどんなもんか確認してます。いや、電磁弁結構ちょろちょろだな。はい、止めてください。砂の確認。わかった。多分この電磁弁を通過することによってちょっと流量が落とされてるんですよ。そのおかげで、砂が出てこない。つまり止水栓いらなかったという話ですね。はい、ということで、元通りに組み直しました。結局この止水栓は使わずじまいでしたね。結論から言うと、流量を少なくすると砂が上がってこない。で、そもそもこの電磁弁を通過するときに流量が絞られてるから、だからもうそもそも太陽熱温水器に砂は上がらなかったっていう結論になるんですね。今までの俺の頑張ってやってた苦労は何なんだっていう感じですけども、まあ良かったですよ。結果的に温水器に砂は上がらないってことが分かったんで、もし太陽熱温水器に砂が上がってるんじゃないかって不安な人は一回ね、メッシュを当ててみて砂が出てるかどうかっていうのを確認して、もし砂が出てる場合は、こういうね、流量調整弁みたいなのあるんですけど、こういうのを使って落としてみて、で砂が出てるか確認して、で出てないかったらこれも成功ですよね。もうこのパーツ一つで砂出ないようになるんだからね。僕の場合はこれ結局使わなかったんですけども、砂で悩んでる人は一回流量を落とすという方法を試してみるのもいいかもしれません。ということでね、井戸問題無事解決しました。これやってみよう。今上がるわけ。そうですね。これがもう途中で何回もゴボ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 言って、ああ、そういうことね。わかんの？ゴーゴー言う。音がすごいですもん。
あ、ここでエアハンマーになっちゃうの。うんなってねえじゃん。はい大丈夫、そんな。素晴らしい。